にちは。こんにちは。読みリスのトッポです。ベリです。本日は、読みリスオンラインのお話になっておりますが、はい。蓮田さんお願いします。読みリスオンラインっていうのは今年の春、5月か6月ぐらいにスタートした、オンラインメディア、記事が読めるメディアなんですけど、そもそも始めたきっかけが今までずっと出してきた雑誌のアミリスが去年の冬の号で一旦、もう印刷版がなくなったんです。でそれは何でかっていうと、もっともっと広く記事を読者の方に読んでもらいたい。そうですね。そのためにはオンラインの方がいいんじゃないかってことで始めました。ただなんか結構見にくかったりというか、慣れてないとサイトがどこに何が載ってるかが分かりにくいかなと思って、今日はその見方を説明する回です。昔の記事もたくさん載っててすごくいいですよね。でもまだ全部出してない。全部出せてないです。出してないよね。まだ何分の1か。ブックレビューとか、あとなんだっけ、一部の記事はもうバックナンバーまで、中川雅子さんのフォトエッセイとか、そういうものは全部のバックナンバーも出し切ってると思うんですけど、特集記事が全然出せてないよね。特にクラフトシティガイドが出せてなくて、ちょっとね、レイアウトが大変でまだ出せてないですね。既存のオンラインショップと同じメディア上で作ったから制限がいろいろあって、レイアウトするのが難しいんですよ。基本的には記事もベタ打ちな感じでやるってことにはなってるんですけど、おいおいなのでこれからもずっと記事がまた掲載され続けると思います。多分アミリス全部の号を持ってる人なんてそうそういない。数人はいるかもしれないけどね。なので多分絶対読んだことがない記事があるんじゃないかと思います。なんか過去のを載せるにあたって読み返したりしたら、結構面白いんですよね。色あせないというか、今読んでも別に古くないなって。頑張ってたんですよ、あの当時。ね、頑張ってたよね。私たち結構頑張ってました。トッコさんはなんか好きな記事とかあった？好きな記事、昔ので、昔のインタビューとかすっかり忘れてて、私、何人かノラにインタビューしたのとかは懐かしいなって。出てる？まだ出てないかな。どうかな。なんかインタビューも、あとクラフトシティガイド、いやもちろんごめん出てないのばっかり言ってそういうのもね、懐かしいなって思うし、シティガイド結構難しくて、去年出したヘルシンキのガイドでさえ、今見てみたら閉まってるお店とかもあって、ちょっとそこら辺ね、そう一個一個チェックしたら、ここは出せないみたいなのがいろいろあったので、古いものになるともうかなりね、いっぱいチェックしなきゃいけなくて、コロナ挟んじゃってると厳しいかもですね。もう一回行くしかないか。あります。そうですね。私鳥居先生のインタビューが好きで、それも出てるかわかんないですけど、ちょっと確認しますね。そう、だからインタビューが懐かしい気持ちになります。あとそれも出せるかわからないけど、お店のガイド出してたじゃない、いつも。私たちがいいなと思ってたお店のガイドを出してたんですけど、それも結構いいっていうか懐かしい。でもそれはもうなんか懐かしいっていう感じで、もうなくなってしまったお店とか、オーナーさんが変わっちゃったお店がいっぱいあって、もうね10年経つといろいろ、そうなんですよ。なんかそれはちょっと出しづらいもので、多分今あるお店しか出してないような気がします。そうですね。っていう、なんか出してない話ばっかり次アップロード頑張ります。おいおいで。なのでぜひ読んでください。ということで今から、実際の画面を見ながら、読みリスオンラインの見方を紹介します。そ
それでは読みリスオンラインの見方を実際に画面を見ながら紹介していきます。まず読みリスオンラインのトップページに入るにはアミリスのオンラインショップにアクセスしてください。そうすると今パソコンで見た状態ですけど、右上に読みリスオンラインというバナーが出てきます。もしスマホでご覧になる場合は上から2番目に並んでると思います。で、そちらをクリックしていただくと、はい、読みリスオンラインのトップページに行きます。一番上の大きなバナーには特集記事や最新の記事、特に今読んでいただきたいピックアップした記事をスライドショーで載せています。そして、読みリスオンラインは記事のカテゴリーが4つあります。1つ目がショップニュース、2つ目が特集記事、3つ目がエッセイ、4つ目がお気に入りになっています。で、こちらの4つのバナーをそれぞれ押すとカテゴリー別の記事一覧に飛ぶことができるんですが、このように下にスクロールしていくとそれぞれのカテゴリーの最新の記事が3つずつ出てます。定期的に読みリスオンラインにアクセスしていただいたら、この最初のページを見ると新しい記事が見えますので、ぜひぜひたまに訪れてください。それではショップニュースにまず入ってみますね。はい、ショップニュースというのはオルナット東京やオルナット京都などのお店からの臨時休業や営業時間変更のお知らせだったり、展示会のお知らせ、フェアのお知らせ、あとはたまにデザインの公募のお知らせや、求人情報ですね、アルバイトや、正社員募集あるときはこちらに載っております。そして2つ目は特集記事。ここには編み物や、その他の手芸テキスタイルなどに関する読み物のちょっと長めの記事ですねが並んでいます。このように遡っていくと雑誌のアミリスの記事もアーカイブが掲載されています。で、ここに書いてる記事の多くは、河野春子さんというライターさんと宮下亜希さんというライターさんに依頼して書いていただいているものが多いです。で、宮下さんは読みリスのフリーペーパーの方でもおなじみの編集だったり取材をしてくださっている京都のライターさんで、河野さんは雑誌の時からずっと宮下さんと同じで書いてくださってるんですけども、最新の記事はリンランというニットブランドの紹介記事になっていて、とってもおしゃれなヴィンテージのリメイクニットだったり受注生産のニットをすごいコンセプトを持ってやってらっしゃる方の記事です。背中に穴が開いてたりとか、こういう肩のとこに切れ目を入れたり、このリンランさんのサイトに行くともっと大胆なアレンジもたくさん見えますので、ぜひぜひ。はい、では3つ目のエッセイです。ここはトクコやメリや、あとはトラベルシリーズで写真を撮っていただいてたり、これまで雑誌の方にもずっとフォトジャーナルを書いてくださっていた写真家の中川雅子さんのエッセイだったりが入っています。今はトクコはあの時私はというタイトルで過去の節目のイベントを振り返ってみるような、そんなエッセイを書いてますね。トクコという人間がどうやってできてきたのかちょっと垣間見えるようなエッセイです。あとメリーはとっておきの一枷というタイトルで、これまでに手に入れた思い出深い糸を紹介するエッセイ書いております。メリさんは本当にたくさん糸を持っているので、これからもどんな糸が出てくるのかとても楽しみです。で、スルーザレンズが中川さんのエッセイで、あとは雑誌の時から続いているロリさんというアメリカ在住のブロガーだったり、ニッター、いろんなものを自分の手で作れる方のちょっとした工夫でこんな面白いものが作れるよっていう提案のエッセイなんかが載っています。
その種類ごとに遡ってみたいって時はこのカテゴリーを押して開いていただくと、こういうふうにメリーとかあの時私はというタグがついていて、タグごとに記事が並ぶようになっていますので、ぜひ活用してみてください。こちらもどんどんアーカイブ増やしていっているところです。さらにこのブログメニューっていうところを押すと、最初に紹介した4つのカテゴリー、別のカテゴリーに直接飛ぶこともできます。ということで、お気に入りカテゴリーにここから飛んでみます。はい。4つ目のカテゴリーですね、お気に入り。これは多分一番更新頻度が多いかなと思うんですけども、パターンのおすすめだったり、商品のおすすめだったりを紹介しています。で、メリーがやっているシリーズが妄想編み物というもので、編みたいパターンを毎月紹介しています。あとはスタッフが何か作品を編み上げた時にスタッフプロジェクトとして、作品を紹介しているほか、オリジナルグッズのリニューアルとか商品に関するものはここら辺で見えます。あと編み物のパターンもたまに載せてます。あとは雑誌のコラムですね。こういうふうに人気のパターンについてデザイナーさんに振り返って語ってもらうようなものもここに来てますし、あとは雑誌アミリスのデザイナーさんインタビュー、この新しい本が雑誌が出るたびにデザイナーにそのデザインのインスピレーションだったり、その後のテーマにまつわるお話を聞くっていうブログをやっていたんですけど、それもこちらに入っています。ぜひぜひ読んでみてください。